H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。台湾で最も有名な超自然のトンネルとして知られる新海トンネルへようこそ。このトンネルが貫通する前は古い墓地だったと言われており、出口で第北一第二葬儀場と直結していた。このため、道行く人々に大きなプレッシャーがかかり、多くの階段の発祥の地となっています。このトンネルには、夜にバイクで一人で新海トンネルを通ると、優しいお兄さんが乗せてくれるという伝説が伝わっている。その時、バイクに突然の振動を感じることもあり、耳元で、もっと速く走れ、もっと速く走れ、という規制が聞こえたという人もいます。この時、多くの人は無事に乗り越えられることを願い、心の中で静かに仏名を唱えます。運が良ければ、あなたの善良な兄がトンネルの入り口でバスを降りるかもしれませんが、バスを降りるとき、耳元でこれを唱えても無駄だ、と告げるでしょう。運が悪いと不運に見舞われたり、交通事故などの不幸な出来事に見舞われる可能性もあります。また、夜になるとトンネルの入り口で女性が手を挙げて車を止めてくれることもあります。噂を聞くと思い出しますが、やめないでください。なぜなら、真夜中にトンネルに入り、再び出てきた時には早朝だったり、二度と出られなくなる可能性があるからです。新海トンネルは多くの人々の心の中に謎に満ちた場所となっており、こうした伝説が語り継がれる中、トンネルを通る人々は毎夜道の驚きに遭遇するかもしれません。一般に壁にぶつかる幽霊としても知られています。今日、老王は新海トンネルに関する2つの超自然的な話をまとめました。プログラムの最後には占い師もいます。このテストはあなたの超能力をテストするものです。ラオワンの一人称で次の物語が語られます。タクシー運転手のアファオと申しますが、よそから大北市に引っ越してきたばかりなので、大北市のことはあまり詳しくありません。ある夜、私は乗客と一緒に交流寺まで車を運転しました。市内に戻るため、標識に従って新回路へ曲がりました。新海トンネルの前で女の子を見かけ、手を振って乗せてほしいとお願いしました。車のドアが閉まった後、私はこう尋ねました。こんにちは、お嬢さんどこへ行くのですか？その女の子はとても可愛らしく私にこう言いました。運転手のお兄さん先にトンネルを通って連れて行ってください。そうすれば教えます。私は車を運転しました。バックミラーを見て、この女の子に話しかけてください。鏡の中の女の子は黒雪服に少し似ています。話をしてみると、彼女はまだ大学生だということが分かりました。トンネルを抜けたところで女の子が、お兄さん、このまま直進して左に曲がってください、というので、その指示に従いましたが、だんだんと道が深くなっていき、周りの景色も見慣れなくなってきました。でも女の子は笑顔で、もう少し行けば着くよ、と言ったのですが、ここは明らかに市街地ではなく、荒れ果てた場所だったので、少し驚きました。女の子が突然後部座席に消えたので、私の心臓は高鳴りました。急いで車を止めたが、後部座席は空いていた。この時点で、私は超自然的な体験をしたかもしれないことに気づきました。この事件以来、私は新海トンネルの近くで見知らぬ乗客を拾う勇気がなくなりました。この奇妙な体験は友人たちと共有した話となり、私も伝説の超常現象を信じるようになりました。こうして車は山の上まで走りましたが、両側には家が建ち、とても賑やかでした。5分ほど経つと、道端にとても美しい家が現れたので、女の子が、お兄さん、ここに駐車してもいいよ。というので分かった280元だ、よと答えた。ところ同級生の女の子は500元を受け取った。ブロックが出てきたので、ちょっと待ってください、お釣りをあげるから、と言うと、女の子は急いで手を振っていました。必要ありません。お兄さん。残りはガソリン代の補助に当てさせていただきます。兄さん、来た道をたどって山を降りてください。早く。そのまま女の子はバスから降りた。私は、このクラスメートの女子生徒はとても親切で、チップまで渡してくれたのだ、と思いました。それで私は喜んで山を下り、市内に到着した後、さらに数人のゲストを拾いました。
周りを見渡すと午前3時近くだったので、家に帰って休憩しました。私たちが家に帰ると、家族全員が眠りにつきました。私はシャワーを浴びて寝ました。次の日の正午、妻が私に夕食のために起きるように言いました。歯を磨き、顔を洗い、鏡を見ました。今日も素晴らしい1日でした。そして部屋に着くと財布を取り出し、昨日稼いだお金をダイニングテーブルの上の妻に渡しました。充実しながらも平凡なそんな1日が過ぎた。私は札束をすべて妻に渡し、朝食を食べに行きました。しかし、妻が突然私に駆け寄り、何が起こっているのと言いました。私は、どうしたのですかと言いました。妻は、バッドベイビービジネスクラブとは何ですかと尋ねました。私は説明しました。あれは顧客が落としたものです。車。名刺、セックスホテルには行ってないよ。妻は信じなかったので昨日迎えに来た客全員にそう話しました。突然、妻の顔が青ざめ、おかしいですね。新海トンネルの上には墓地があると言われていますが、どうしてそこに家があるのでしょうかと言いましたので、でもあそこはとても賑やかで彼女の家はとても賑やかなんです、と説明しました。大きくて美しい、と言い、私は妻を慰めました。わかった。わかった。大丈夫。私が先に食べて、後で確認するよ。食事を終えた、後私は妻の方にキスをしてドライブに出かけました。不思議なのは、朝から晩までお客さんが一人もいないこと。そうでなければ、誰かが車に乗りたがっていましたが、私を数回見た後、彼は車に乗るのを拒否しました。あるいは、後ろの人と一緒にヒッチハイクをすることもできます。私は自分自身に思いました。忘れてください。しばらくの間単に運が悪かったのかもしれません。そうでないなら、その女の子の家に行ってみてみましょう。そこで、印象に基づいて新街路まで車で行き、山を歩いてみました。途中、家は全くなく、草が生い茂る中に混じるお墓がたくさんあり、頭皮が痺れてきました。無理だよと心の中でつぶやいた。昨日は明らかに非常に普通で活気があり、周りには家が建っていました。しばらく歩いて5分近く歩いたところに、昨日女の子が降りた場所があった。それで車を止めて周りを見回しましたが、昨日の大きな家は見えませんでした。私はさらに怖くなりました。車に戻ろうとしたとき、道端に新しくて美しい墓があり、そこには私の愛する娘、陳正教の墓と書かれていました。写真に写っている人物をよく見てみると、昨夜ナンパしたクラスメイトの女子生徒でした。とても怖かったので、ひっくり返って車に乗り込み、そのまま山を下りました。ずっとバックミラーを見続けて、ただ運転して、見て、運転して、見てただけでしたが、何もありませんでした。しかし、私は、ただとても怖いと感じています。家に帰って、妻にすべてを話しました。妻はとても驚き、昨日の不思議な体験を一緒に考えました。おそらくその少女はただの超自然的な乗客であり、私たちは知らず知らずのうちに別の次元に足を踏み入れていたのかもしれません。この恐ろしく不可解な体験は私たちの心に消えない影を残しました。私はすぐにこのことを妻に話しました。妻は翌日私を寺院に連れて行って見に行くと言いまし。その夜、私は悪夢を見ました。タクシーを運転していて、お客さんが来て去っていく夢を見たが、それは朝見た夢と全く同じだった。しかし、今度はバックミラーに気づき、それが女の子であることに気づきました。彼女は少し半透明で、私にこう言いました。なぜ私に会いに戻ってくるのですか？ゲストを迎えに行けないのですか？ひひ、私は恐怖で目が覚めました。その後、妻に連れられてお寺に行きましたが、先生は、女の子はタクシーにひかれて亡くなったので不本意だったと言いました。だからわざとからかったんです先生。私の火をつくのを手伝ってください。それ以来、そのような夢を見ることはなくなりました。しかし、ある日、友人にこのことを相談するために自動車販売店に行ったところ、その自動車販売店の何人かが同じような目に遭い、
死ぬほど怖がっていた人もいることを知りました。それ以来、乗客を乗せる場合は、新海トンネルを通るより遠回りをするようになりました。この物語のこの時点で、運転手の兄弟はゴーストノートを受け取ると思いますか？もしかしたらこれはただの怖い話かもしれないが、実際に体験した人にとっては、この体験は一生忘れられない影となるかもしれない。ハム。しかし老王はここでも、バッドベイビービジネスホテルの名刺をくれと頼んではいけない、と言いました。次に、老王は次の超自然的な物語を語ります。学生たちはいつも車に乗って山に行き、景色を楽しんだり、お茶を飲んだりします。この学生グループは猫空へ向かう途中で新海トンネルを通過しましたが、その後どうなったのでしょうか？ラオワンの一人称で次の物語が語られます。私の名前は本です。その日は先輩グループと猫空へ夜遊びに行ってお茶を飲む約束をしていました。目作に行くには新海トンネルを通らなければならないことは誰もが知っていますが、実際、新海トンネルでは多くの超常現象が発生します。私も過去に同じような超常現象を経験したので、出発前に皆さんに注意したいのですが、バイクの間は良い車を追いかけてください。でも、たまたま先輩に悪を信じない人がいて、すごく鉄の歯を持っている人なんです。それで私たちは乗って始めました。新海トンネルに到着するところで時計を見ると午前1時を過ぎていた。私の考えでは今が最も暗い時期です。新海トンネル内の照明は薄暗く空気が凝縮しているようだった。トンネルに入ったところ、突然先輩の車がエンツとしてしまいました。全員が立ち止まり、先輩は口の葉に軽蔑的な笑みを浮かべ、何か問題でもあったのですか？大丈夫だと思います。と言いましたが話し終える前に突然深い笑い声がトンネル内に響き渡り話ができませんでした。興奮せずにはいられない、寒い。そこで赤信号で待っている間、一人でいた鉄の歯を持った先輩に特別に言いました。私が、先輩、よくついて行ってください。トンネルを出たらすぐに道端で会いましょう。と言うと先輩は軽蔑的に言いました。私の後部座席は？私は大きな目をした先輩に目を丸くして前に乗り始めました。新海トンネルを通過する前に、道路に落ちていた紙が風に吹かれて床に落ちているのが見えました。新海トンネルに乗ったことがある人なら、このトンネルは実際にはそれほど長くないことを知っているはずです。奇妙なことに、私たちは全員でトンネルの外に出ましたが、一人だった先輩の姿はどこにも見当たりませんでした。車が次々と私たちの前を通り過ぎていきましたが、彼のバイクは見えませんでした。5分が経ち、先輩は幽霊に遭遇して壁にぶつかったに違いないことが分かりました。他の仲間にもその話をしましたが、全く真剣に取り合ってもらえず、この車は壊れたに違いない。あのバイクはひどい。誰があんなにひどいことをするなんて言ったんだ、と笑われました。10分近く経ちましたが、まだ先輩の姿は見えません。この時、誰かが戻って探してみませんか？と言いました。皆さんも一緒にお経を唱えてもらえませんか？と言いました。皆が実際に不快に感じていたので、私たちは6時の座右の銘を唱えました。ということで、みんなで協力して度胸を始めました。と思って間もなく、遠くから車のライトが近づいてくるのが見えました。バイクに乗っているのは先輩でした。しかし、先輩の顔はとても青ざめていて、怯えているように見えました。彼は私たちの隣に立ち止まり、まっすぐに立ち止まり、立ち上がって、力のない足で道端に座り、今遭遇したことについて話し始めました。もともと私があなたについて行っても何も起こりませんでした。私も幽霊がいた方がいいのではないかとも思いました。私を怖がらせたいのですか？幽霊すらいません。幽霊がいたら座ってください。そう考えているとふと後部座席が本当に人が座っているかのように少し沈むのを感じた。私も真剣に考えていません。あなたは目の前にいる。私はいつもあなたについていきます。あなたが言った距離を保ちます。と言いたいです。しかし、
このトンネルはとても遠くに感じられ、最初は違和感を感じましたが、どうしてこんなに長く走れるのでしょうか？思わず鏡を見返してしまったのですが、見なければいいのですが、鏡を見ると本当に怖かったです。後部座席に見知らぬ男女が頭を抱えて座っていた。私はその顔を見ました。血まみれで、目は大きく見開かれ、口はわずかに開いていて、まるで静かに叫んでいるかのようでした。あまりの恐怖に私はその場で車を止め、他の人たちも止まり、しばらくの間、静まり返った新海トンネルには息遣いと心臓の鼓動だけが残りました。その瞬間、私たち全員が死の影を深く感じ、新海トンネルは私たちの心から決して消すことのできない幽霊の領域となりました。彼は私に笑いさえしました。そして言っておきますが、私は人生でこれほど恐ろしい場面を見たことがありません。怖くて蛇口の周りで震えていたのですが、蛇口をしっかり握っていたら、隣の大型車にぶつかりそうになりました。それで私はアクセルを踏んであなたに追いつくように努めました。あなたの前のバイクの後部座席に座っている人はあなたではないことが分かりました。なぜ私が知っているのですか？その人の頭がパチンと180度回転したからです。本当に叫びましたが、その時、突然おへを唱える音が聞こえました。10秒も経たないうちに、前にあなたが見えました。先輩が話し終えた後、私は先輩にこう言いました。先輩、今後はあまり意地を張らないで、悪を信じないでください。何度も私はそれが真実だと信じたいです。それは私にとって本当に悪いことではありません。あなたは正しいと言いたいかもしれませんが、夜歩いていると必ず幽霊に遭遇します。先輩はうなずき私は彼がそんなことをする勇気はないと思いました。それはまた将来に。猫空が上がった後はどうなるかについては、後でお話しします。結局のところ、新海トンネルでの恐ろしい夜を経て、私たちは皆、超自然的な出来事についてより深く理解できるようになりました。おそらく、これからも未知の恐怖に直面することになるだろうが、この経験もまた私たちにとって奇跡となり、二人の絆が平凡で温かい日常の一瞬一瞬をより大切にさせてくれるだろう。社会環境、時間が経てば経つほど、あなたはもっと溶け込んで、あなただけの魅力を発揮できるようになると思います。選択肢 B、健康ドリンクよ。あなたのスーパーパワーは癒しです。あなたには、人々を快適で安心させる能力があり、友人や家族が助けを必要としている時に、常に積極的なサポートを提供することができます。あなたの楽観主義と思いやりは、常に周りの人々に温かさをもたらし、みんなの支えとなります。選択肢 C、紅茶飲料を飲む友達。あなたのスーパーパワーは洞察力です。あなたは物事を非常に観察しており、他人の感情やニーズを深く理解することができます。これにより、他の人と深い感情的なつながりを築きやすくなり、周囲の人々にとって指導者や役に立つ友人になることが容易になります。選択肢 D、ジュース飲料の友達。あなたのスーパーパワーは想像力です。あなたは豊かな想像力を持っており、新しくユニークなアイデアや解決策を思いつくことがよくあります。この創造性の潜在能力により、様々な状況で優れたパフォーマンスを発揮し、チームに欠かせないメンバーとなることができます。いいを選択してください。お茶を飲む友達。あなたのスーパーパワーは直感です。あなたは鋭い直感を持っており、重要な瞬間には常に正しい選択をすることができます。この才能により、課題や困難に直面してもより強い意志を持ち、目標を達成することができます。選択肢 F、ミネラルウォーターの友達。あなたのスーパーパワーはあなたの純粋な心です。純粋で優しい心を持ち、常に美しいものを感じ、楽しい気分を周りの人々と共有することができます。そのような無邪気さは人間関係においてあなたを誠実で人気のあるものに見せます。このクイズがあなたの特別な超能力についてもっと理解するのに役立つことを願っています。あなたの選択と共有を楽しみにしています。あ
あなたのスーパーパワーは洞察力で、物事に対する鋭い観察力と洞察力があり、他人の感情や動機を深く理解することができます。あなたの直感は正しいことが多いため、チームで作業して問題を解決するときに、あなたの洞察力が重視されることがよくあります。もしあなたが今、混乱したり自信がなくなったりしているのであれば、自分の感情を信じてください。そうすれば、このスーパーパワーを活用できるようになります。選択肢 F、ミネラルウォーターの人あなたのスーパーパワーは平和です。プレッシャーや困難に直面しても、常に穏やかで平和な心を維持できます。あなたは感情が安定しており、様々な状況でも正気を保つことができる人です。もしあなたが今、不安や緊張を感じているなら、リラックスすることを思い出してください。そうすれば、このスーパーパワーを活用できるようになります。誰もが困難を克服し、人生で成功を収めるためのツールとして役立つユニークな特性とスーパーパワーを持っています。平常心を保ち、自分のスーパーパワーを上手に活用すれば、人生という旅をより強く歩むことができるでしょう。このクイズがあなた自身をより深く理解し、あなたの潜在的なエネルギーを刺激することを願っています。あなたのスーパーパワーは意志の力です。非常に強い忍耐力と粘り強さを持っており、失敗や逆境に直面しても、落ち着いて簡単に諦めることができません。ただし、粘り強いため、変化に適応するのに時間がかかる場合があります。砂利だと調整が遅くなる可能性があります。このスーパーパワーのおかげで目標達成に挫折しにくくなり、自分のスーパーパワーを信じて勇敢に立ち向かう限り、必ず望む成功と報酬を手に入れることができるでしょう。来て。選択肢 F、ミネラルウォーターの友達、あなたのスーパーパワーは楽観主義で、人々を陽気にする能力を持っています。あなたの楽観主義は周囲の人たちに影響を与え、あなたが不幸な時でも周囲の雰囲気に幸福をもたらすことができます。この能力は他の人に勇敢に困難に立ち向かうよう促すこともできます。もしあなたが今不幸だと感じているなら、声を上げてください。そうすることで、あなたの楽観主義のスーパーパワーがさらに強力になります。本日の運命占いはこれで終わりますが、結果が当たるかどうかは別として、このテストが自分自身を理解し、潜在能力を刺激する一助になれば幸いです。メッセージを残してあなたの気持ちを共有してください。また、超自然的なストーリーを共有するメッセージも歓迎します。次回番組でお会いしましょう。